紀元前4世紀、地中海世界を舞台に一人の若き王が歴史を塗り替えました。わずか20歳で王位につき、32歳の若さでこの世を去ったにもかかわらず、彼は東方へ向かう壮大な遠征を成し遂げ、古代世界に空前の帝国を築き上げます。その名はアレクサンドロス3世。私たちは彼をアレクサンドロス大王として知っています。彼の生涯はまるで神話のような物語です。しかしそこには勝利と栄光の裏にある激しい葛藤と孤独がありました。今日の物語はただの英雄譚ではありません。一人の人間がいかにして大王と呼ばれる存在になったのか、そして彼の夢が世界に何をもたらしたのかを探る旅です。なぜ彼は世界征服という不可能とも思える夢を抱いたのでしょうか。そしてその夢の果てに何を見たのでしょうか。今、壮大な歴史の幕が開きます。こんにちは、がっちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。紀元前356年、マケドニア王国の首都ペラに一人の男の子が生まれました。父はマケドニア王フィリッポス2世、母はエピロス王女オリュンピアス。この王家の血筋が彼の運命を決定づけます。幼いアレクサンドロスは並外れた知性と、そして尋常ではない野心を持っていました。父フィリッポスはギリシア諸都市を征服し、マケドニア王国の覇権を確立した軍事家であり政治家でした。彼は息子に最高の教育を与えます。その家庭教師として招かれたのが古代ギリシア最大の哲学者の一人、アリストテレスでした。アリストテレスはアレクサンドロスに哲学、倫理学、自然科学、そして政治学などあらゆる学問を教え込みました。特にホメロスの叙事詩イリアスに登場する英雄アキレウスの物語は彼に深く影響を与えます。アレクサンドロスは自らをアキレウスの再来と信じ、英雄としての理想像を心に刻みました。知識と教養、そして英雄への憧れ、これらが若きアレクサンドロスのうちに世界を動かす強烈なエネルギーを育んでいったのです。しかし彼の人生は突然の転換点を迎えます。紀元前336年、父フィリッポス2世が暗殺されます。わずか20歳でアレクサンドロスはマケドニア王国の王位に就くことになりました。彼は未だ不安定な国内情勢とマケドニアの支配に反発するギリシア諸都市の動きに直面します。アテナイやテーベといった都市国家はマケドニアからの独立を企て反乱を起こしました。しかし若き王の行動は迅速でした。彼は圧倒的な軍事力でテーベを包囲し徹底的に破壊します。この時アレクサンドロスの冷酷な判断は他の都市国家に強烈な恐怖を与え、反乱の芽を摘み取ります。この出来事は彼の指導力と容赦ない意志を世界に知らしめました。こうして彼はマケドニア王国の支配を確固たるものとし、父フィリッポスが果たせなかったギリシャ統一を完成させたのです。彼の視線はもはや国内にありませんでした。彼の野心は東方へと向けられていたのです。紀元前334年、アレクサンドロスはわずか22歳でペルシア帝国への遠征を開始しました。当時のペルシア帝国はアジアとアフリカにまたがる広大な領域を支配する超大国です。一方、アレクサンドロスの率いる軍はわずか4万から5万。常識的に考えれば無謀な挑戦でした。最初の大きな衝突はグラニコス川の戦いでした。アレクサンドロスは自ら先頭に立って川を渡り敵軍に突撃します。この大胆不敵な戦法が功を奏し、
ペルシア軍を打ち破ることに成功します。そして彼の快進撃は続きます。紀元前333年、イッソスの戦いではペルシア王ダレイオス3世自らが率いる大軍と激突します。アレクサンドロスは地形を巧みに利用し、敵の弱点を突くことで再び勝利を収めました。ダレイオス3世は戦場から逃走し、アレクサンドロスは王の家族を捕虜とします。しかし彼は捕虜たちに寛大な態度で接し、ペルシアの文化と習慣を尊重しました。この姿勢は彼の支配地域に安定をもたらす重要な要素となります。イッソスの戦いの後、アレクサンドロスは南下しエジプトへと向かいます。ペルシアの支配から解放されたエジプトの人々は彼を歓迎しました。そして彼はナイル川デルタに新たな都市を建設します。それが彼自身の名を表したアレクサンドリアでした。この都市は後に古代世界最大の学術・商業の中心地となります。紀元前331年、アレクサンドロスは再び東へ進路を取り、ペルシア帝国の心臓部へと迫ります。そしてガウガメラの戦いでダレイオス3世が率いる最後のペルシア大軍と対峙します。この戦いはアレクサンドロス大王の戦略の集大成ともいえるものでした。彼は数で圧倒的に劣る自軍を巧みに配置し、自ら騎兵を率いてペルシア軍の中央を突破します。この驚異的な戦術で彼は決定的な勝利を収めました。ダレイオス3世は再び逃走し、その後部下に裏切られ命を落とします。こうして広大なペルシア帝国は崩壊し、アレクサンドロス大王の支配が確立されたのです。ペルシア帝国を征服したアレクサンドロスはさらに東方へと進み、現在のイラン、アフガニスタン、そしてインドへとその勢力を拡大させていきます。彼は征服した土地に自らの名を表したアレクサンドリアを次々と建設しました。これはギリシア文化を東方世界へ広めるための拠点となり、後にヘレニズム文化と呼ばれる独自の文化圏を生み出す土壌となりました。しかし彼が征服を続けるにつれ、軍の不満は高まっていきました。長年にわたる過酷な遠征、見果てぬ戦いは兵士たちの心を疲弊させていました。インドのヒュダスペス川の戦いで勝利を収めた後、ついに兵士たちは進軍を拒否します。愛する兵士たちの意向を汲み取ったアレクサンドロスは、ここで遠征の終結を宣言しました。彼の野望はついにその限界に達したのです。遠征を終え故郷へ向かう途中、アレクサンドロスは自らの帝国の統治に着手します。彼は征服したペルシアの文化とギリシアの文化を融合させようと試みました。ペルシアの女性と結婚し、部下にも同様の結婚を奨励しました。彼の理想はギリシア人、ペルシア人、そして東方の民族が共存する新たな世界帝国でした。しかしその夢は唐突に終わりを迎えます。紀元前323年、バビロンに滞在していたアレクサンドロスは熱病に倒れ、わずか32歳でその生涯を閉じました。彼が残した言葉は、最も優れた者に帝国を。その言葉の通り、広大な帝国は彼の部下である将軍たちによって分割され、内乱の時代へと突入します。アレクサンドロス大王の帝国は彼自身の死とともに崩壊しました。しかし彼の功績は消えることがありませんでした。彼が築いた都市、彼が広めたギリシア文化は東方世界に深く根付き、ヘレニズムという新たな時代を築きました。これはその後にローマ帝国、そして現代に至るまで世界の歴史に多大な影響を与え続けています。アレクサンドロス大王は史上最高の軍事的天才でした。しかし彼は単なる征服者ではありませんでした。彼は文化と文明を融合させ、新たな世界を創造しようとしたビジョナリーでもありました。彼の人生は光と影に満ちています。若くして全てを手に入れ、
しかし孤独な中で死を迎えました。彼の夢は生前には実現しませんでしたが、彼が残した遺産はその後の世界を形作る礎となったのです。なぜ彼は世界征服という不可能とも思える夢を抱いたのか。それは父の背中を追い、死の教えを胸に刻み、英雄アキレウスに憧れた一人の青年の純粋な野心だったのかもしれません。そしてその夢の果てに何を見たのか。それは異なる文化を持つ人々が共に生きる新たな世界の可能性だったのかもしれません。アレクサンドロス大王の物語は私たちへ問いかけます。あなたの夢はどこまで遠くへと広がっていますか？本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。